こんにちは。さて、フリーCADには多くのワークベンチが用意されていますが、その中でもパートワークベンチはとても自由度が高く強力な機能を持っています。しかし、超初心者が最初に学ぶワークベンチとしてはおすすめしません。背景映像は別の動画で解説しているサンプルモデルの制作過程です。動画概要欄にリンクを貼っておきます。さて、パートワークベンチを使うとこのような複雑な形状も作れます。とても自由度が高く便利なワークベンチです。ですが、当チャンネルとしては初心者が最初の一歩としてパートワークベンチを使うことをおすすめしていません。その理由をお話ししたいと思います。では、フリーCADの操作画面を見てみましょう。パートワークベンチはいきなり形状を置いてすぐに加工できます。では、簡単な操作を行ってみます。円柱を追加してプロパティでサイズを変更します。円柱の半径と厚みを変更するだけで円盤形状ができました。続いて円錐を追加して円盤上面にくっつくように移動します。さて、この円盤と円錐は現在別々の形状です。ブーリアン結合で一つにまとめましょう。フュージョンという一つの形状となりました。最後に円錐のエッジにフィレットを適用します。これで円盤形状につまみがくっついた鍋蓋のような形状ができました。この通り形状を配置してサイズや位置を設定するだけで簡単に形状を作成できます。この基本形状を組み合わせて形を作る方法を CSG、コンストラクティブ、ソリッド、ジオメトリーと呼びます。パートワークベンチではこの考え方を使って自由に形状を組み立てていきます。ですが、このような基本形状の組み合わせだけでは複雑な形状を作ることは難しいです。ブーリアンで切ったりくっつけたりするだけならわざわざフリーCADを使わなくてももっと簡単なモデラーでも十分です。フリーCADの本当の強みは複数のワークベンチを組み合わせることにあります。今度はパートワークベンチだけではなくスケッチやドラフトも使って形状を作ってみます。スケッチで円を描きます。エクストルードで押し出して円柱形状にします。次にドラフトワークベンチを使ってこの円柱を複製して並べます。ドラフトワークベンチに切り替えて円柱を直線上に配置します。円柱がずらっと並びました。続いて円柱を軸柱状に配置します。これで円柱が放射状に並びました。パートワークベンチに戻って鍋蓋形状と放射状の円柱を選択してブーリアンカットを行います。これで排水口の蓋のような複雑な形状を作成できました。このような複雑な形状はパートワークベンチだけでは実現困難です。つまりパートワークベンチは単体で複雑な図形を作るものではなく、スケッチャーやドラフトなどの他のワークベンチで作った形状をまとめる役割として本領を発揮します。パートワークベンチはフリーCAD全体の機能をまとめる中心的な存在です。参考までにパートデザインワークベンチで同じ形状を作成する映像を早送りでお見せします。パートワークベンチとの違いを比較してください。パートデザインワークベンチでは最初にスケッチで形状を作図して立体化します。穴も同様にスケッチで円を描いてからポケットを実行します。最後にポケットに対してマルチ変換を使って直線上パターン、軸柱状パターンで放射状に穴をコピーします。操作の過程がモデルツリーに順番通りに並んでいきます。これを履歴と呼びます。パートデザインワークベンチでは一通りの操作を他のワークベンチに切り替えずに作業できます。そのため一つのワークベンチだけで基本的なモデリングを進められます。この点がパートデザインワークベンチが初心者にも学びやすい理由です。パートデザインワークベンチは基本的なモデリング操作を一つの流れの中で完結できるよう設計されています。では、パートワークベンチとパートデザインワークベンチを比較してみましょう。パートデザインワークベンチはスケッチから始まり、カット、ポケット、フィレットと
履歴を積み重ねて形状を作る一本道のワークベンチです。パートデザインワークベンチは単独で基本的な操作を一通り完結できます。一方、パートワークベンチはドラフト、スケッチャー、カーブス、メッシュなど様々なワークベンチから形状を受け取り、まとめて加工する中心的な役割を担っています。この違いを理解することでフリーCADの全体像が一気に分かりやすくなるはずです。パートワークベンチは点、線、面、ソリッドなどをまとめた形状データであるシェイプを直接扱います。このためパートワークベンチではソリッドだけではなく面だけ、線だけといった形状も扱えるようになります。パートデザインワークベンチがソリッドを履歴で積み上げるのに対して、パートワークベンチはシェイプ全体を編集するワークベンチです。今回はシェイプについて細かく説明しませんが、機会があれば別の動画で解説したいと思います。パートワークベンチを正しく使いこなすための学習順序をまとめてみました。まず、フリーCADが扱うシェイプの基本を理解する。次に、プリミティブとブーリアンで形状を作る流れを覚える。その後でドラフトやスケッチャーで図形を作り、パートワークベンチで立体化する方法を学びます。最後にコンパウンドやリファインシェイプ、スライスなどシェイプ編集の応用へ進みます。パートワークベンチを扱うにはこの順序で学ぶのが最も理想的だと思います。今回はパートワークベンチそのものよりもパートワークベンチがフリーCAD全体の中でどのような役割を持っているのかを紹介しました。パートワークベンチは単独で完結するワークベンチではありません。シェイプを軸に様々なワークベンチで作った形状をまとめて加工するためのワークベンチです。この考え方を理解するとパートワークベンチやフリーCAD全体の操作がより分かりやすくなると思います。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。